サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは外ポケット付きのトートバッグの作り方です。トートバッグの横のサイズは40センチで高さは25センチになっています。マチは12センチです。外ポケットと内ポケットもついていますので、カバンの中の整理もできてとても便利なトートバッグに仕上がっています。今回は夏らしい雰囲気でトリコロールカラーのキルト生地でトートバッグを作ってみました。ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の動画の作り方の工程を紹介します。動画の中にチャプターも入れていますので、ぜひ使ってみてくださいね。それでは外ポケット付きトートバッグの材料を紹介します。今回表地にはキルト生地を使用します。表地の上の部分は縦23センチ、横42センチ2枚ご用意ください。そして底の部分には縦24センチ、横42センチを1枚ご用意ください。そして今回表地の方には丈夫に仕上げるために接着芯を貼ってあります。そして外ポケットですね。こちらは今回キルト生地で1枚仕立てで仕上げます。縦14センチ、横17センチご用意ください。そして今回は1枚仕立てですので、バイアステープで端はまつります。バイアステープも横17センチ以上の長さをご用意ください。そして今回はこのタグとチャームで飾り付けをします。飾り付けはお好みでどうぞ。そして持ち手のテープは横幅3センチのテープを用意します。2.5 センチの幅のタイプでもどちらでも大丈夫です。長さは75センチを2本ご用意ください。そして裏地の方ですね。縦66センチ、横幅42センチご用意ください。そして内布の方にポケットをつけますので、縦28センチ、横17センチご用意ください。今回の生地はすべて縫い代込みになっています。それでは外ポケットの内の部分ですね。こちらをバイアステープでまつります。今回はキルト生地でポケット部分を作りますので1枚仕立てですが、薄い生地の場合は2枚重ねて作っていただいても大丈夫です。そしてまずこちら外ポケットの方を裏向けていただきまして、こちらのところにバイアステープを待ち針で留めます。そしてこちらを縫っていきます。でこのように縫えましたら待ち針で留めます。そしてこちらの端も縫っていきます。このように縫えました。こちらバイアステープでまつりましたら大体でいいので、上から3センチのところ、そしてこの中央のところに目印として印をつけておきます。そしてこちらの中央のところにタグをつけます。こんな感じでタグが付けられました。それでは表地の上の部分にポケットと持ち手をつけていきます。先ほどバイアステープでまつった部分のこの端の部分、余分なところはカットしておきます。そして中央の部分ですね。この生地のこの21センチの底の部分に分かりやすく印をつけておきます。こちら水で消えるチャコペンなので大丈夫です。そしてこちらの部分とポケットの部分、こちらが17センチなので端から 8.6 センチのところにも印をつけておきます。こちらの位置を合わせていただいて、この底の部分も合わせておいてください。そして待ち針で留めておきます。待ち針で留めましたら端から1センチのところに印をつけておきます。そしてこちら持ち手の部分を先ほど印つけた部分に合わせていただいて、この持ち手の端のところはこの底の部分にきっちり合わせて、持ち手の部分をこちら合わせましたら待ち針で留めておきます。そして持ち手のところ、端のところを縫うんですけれども、上から7センチの位置、こちらまでですね、この上の部分から7センチの位置、こちらに印をつけておいていただきます。こちらのところを縫います。
それでは表地の上の部分もう一方の方にも持ち手をつけていきます。まず中央のところに印をつけます。端から21センチのところですね。そして中央のところから 7.5 センチのところにそれぞれ印をつけます。このように印をつけておきます。このチャコペンの方は水で消えますので、また後で最後水で印の方は消していただいたら大丈夫です。そして印つけたところを目印に持ち手の方をつけます。このように合わせていただきまして待ち針で留めておきます。そして上の方から7センチのところにも目印のために印をつけておきます。上から7センチのところ、こちらから端のところを縫い付けまして持ち手をつけます。先ほど印つけたところから持ち手を縫い付けていきます。このように縫い付けられました。反対も縫い付けます。こんな感じです。それでは持ち手と外ポケットがつけられましたら、この底の部分と中表に縫い代1センチで縫い合わせていきます。こちら底を合わせましたら待ち針で留めます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫います。こんな感じです。それでは先ほどこちらの面縫いましたので、反対側の方も底の部分と上の生地の部分を合わせて縫っていきます。待ち針で同様に留めまして縫い代1センチで縫います。このように縫い合わせることができました。それでは表地の底の部分と上の生地が縫い合わせることができましたら、切り返し部分のところですね、縫い代下の部分に倒しておきます。縫い代の部分を下側に倒していただいて、こちら押さえステッチをしていただいてもどちらでも大丈夫です。そして袋口のところを縫い代2センチのところアイロンがけします。それではアイロンがけが終わりました。まず先ほどアイロンで折っていただいた縫い代2センチのところは一旦開いていただきまして、両脇のところを縫い代1センチで縫い合わせます。上の生地の部分と底の生地のこの縫い合わせた部分はきっちり待ち針で留めて合わせておいてください。そして縫い代は下の方に倒しておいてください。反対も同様に待ち針で留めまして縫い代1センチで縫います。それでは縫い代1センチで縫い合わせていきます。こんな感じですね。それでは両脇が縫えましたら、こちら底にまち12センチで縫っていきます。底の部分を半分にこのように割っていただきまして、そして6センチ6センチのところで印をつけます。印をつけられましたら待ち針で留めておきます。反対の方もまち12センチで底を取っておきます。それではまちを縫っていきます。こちら中央の部分は返し縫いしておいてください。そして端から5ミリほどのところも強度を高めるためにこのように返し縫いしておいてください。そして余分な
生地のところは縫い代1センチほどの幅でカットしておきます。こんな感じです。それでは内ポケットを作っていきます。まず中表にこのように半分に折っていただきまして、待ち針で留めます。こちら縫い代1センチで縫います。そしてこちらの底の部分は5センチほど返し口を開けます。こちら縫い代1センチで縫います。返し口はこちら5センチ開けます。こんな感じです。それではこちら内ポケットの縫い代1センチで縫いましたら、余分の角のところはカットします。このようにカットしましたら、そうしましたら返し口から表に返します。何か棒を使って角はきれいに出してください。そしてアイロンで形をきれいに整えておきます。続きまして内布ですね。こちらの袋口のところを縫い代2センチで折っておきます。それではこちら内布の方に内ポケットを縫い付けていきます。まず中央のところと、そして上から3センチのところにポケット口の中央を合わせていきます。横幅42センチですので21センチ、端から21センチのところに合わせます。そしてポケット口の中央のところも合わせます。こちらポケット口の方はこちらが返し口開いているところを下に向けておいてください。そして袋口のところから3センチのところにこのように合わせまして待ち針で留めます。こちらポケットを待ち針で留めましたら、ポケット口のところですね、こちらは三角に縫いまして、端から 2,3 ミリのところを縫います。上から 1.5 センチから2センチぐらいのところからスタートします。そしてこのように斜めにいきまして、三角のように縫います。最後も同様に三角で縫い付けてください。それではこちら内ポケットが縫い付けられましたら、半分に折っていただきまして、こちらの両脇を縫い代1センチで縫い合わせます。その時こちら先ほど2センチアイロンで折りました縫い代の部分も開いて待ち針で留めます。それではこちら両脇縫い代1センチで縫いましたら、このように開いていただきまして、そこをマチ12センチ取ります。この中央のところから6センチ6センチの位置に12センチのマチを取りまして、チャコペンで線を引いておきます。印をつけましたら待ち針で留めておきます。反対側も同様にマチ12センチで印をつけておきます。ではこちらマチ12センチを縫います。こちら中央の部分は強度を高めるために返し縫いしておいてください。そしてこちらの端から5ミリほどのところもこのように返し縫いしておいてください。そして余分な縫い代のところは1センチほどでカットしておきます。こんな感じですね。それではトートバッグの表地の方がこのようにできまして、そして内布の方もこのようにできました。そうしましたらそれぞれ一緒に縫い合わせていきます。こちら内布の方をこのように開いていただきまして、外表に合わせていきます。表の方を内布の方に入れます。そしてそれぞれこの縫い代のところは割っておきます。そして
で、この縫い代2センチでアイロンがけしたところをこのように折った状態で待ち針で留めます。このように待ち針で留めましたら、こちら袋口のところを縫っていきます。それではこちら縫い合わせていきます。だいたい 3mm から 5mm のところを縫っていきます。今回はキルト地なので縫い代のところを多めに取っていますが、普通の生地で表地の方も作る場合は 2、3mm の位置を縫っていってください。そしてこちら持ち手のところは縫ってしまわないように気をつけて縫い合わせていってください。こんな感じです。それではこちら表に返します。今回はせっかくなのでこちらのタグと一緒にチャームで飾り付けをして夏らしい雰囲気に仕上げたいと思います。こんな感じで仕上がりました。こちらで完成です。お疲れ様でした。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。